ばんは。みんなそれぞれ今自由研究として意識の研究をする仲間じゃないですか。で、日常生活で愛にフォーカスして愛を感じて、感じるということが放つということだから、それを放っていくと世界はどう変わるんだろう、自分の内側はどう変わるんだろうっていうのを今探求している仲間だよね。で、こういうインスタライブとか私がお話をさせていただく中でさ、みんなもこれよく聞いてると思うけど、その私が正解じゃないよっていうのはさ、もう耳たこでしょ。それはい知ってます。彼女さんが正解じゃないの知ってますよって思うんだけど、ついついさ、どれが正解かなって無意識に探す思考が生まれてきたりさ、きっとそういう風にさ思う瞬間って誰でもあると思うんだよね。私もそういう道をずっと通ってきたので、すっごいよく分かって、じゃあ私自身はどのように例えば今のフォリズムとかさ、こういう風に考えてやってるよみたいなことをさっていうまでどうたどり着いてきたかというと、その小学生の時から本を読んでるっていうのは知ってるじゃない？自分で言うのもなんだけど、もう驚くほど素直でかつ驚くほど頑固っていうところもあるんだけどさ。で、それこそ小学校低学年の頃とかってさ、この意識のことを何にも知らないから、もうこれが世界で最高の教科書だと思って全ての本を読んでるわけ。で、それしか知らないからね。ついに私は人生の秘密を手に入れたって思いながらそれを読んでるのね。で、それを読みながら好奇心が本当に旺盛だからさ、ちょっとでもやってみたいんだよね。で、ちょっとでもやってみると、その本に書いてあるのはその人のエネルギーで書いたこの世の真実なんだけれども、それを自分で真似して応用してみると、ここが私のバイブレーションで消化した場合は、こういうふうにアレンジした方が、よりこの人の真意、本当に言いたいことを私が体感できるなっていうことを実験すると分かってくるんだよね。でも、この実験の数が少なければ少ないほど、教科書に戻りたくなるし、正解を知りたくなるし、本を探したくなる。でも一冊、もうこれがもう丸々完璧な教科書と思って、全部試してやってみて、試す中で、違う、これはこうだ。これはこういうふうにやったらいい。これは、自分なりに、ここはあんまり意識すると逆に執着が出ちゃうから、これは使わない方がいい。とかっていうのをずーっとアレンジした結果の今なんだよね。それをみんなに伝えている。で、これ私がさ、ずっとその数十年間さ、実験した結果だからさ、私なりのいぶし銀の確信みたいなのが生まれてきてるわけ。だから、どれだけ私がこれが一つワンオブゼムだよ、これが正解じゃないよって言っていても、その言葉はもちろん受け取ってくれるんだけど、そのエネルギーは私の全信頼が注がれてるから、その全信頼をやっぱ受け取っちゃうよね、人って。だから、それやってみようって思うんだよね。でも、それやってみようって思って真似するって私、悪いことではないと思っていて、学ぶは真似ぶから、真似るから来ているし、あと、主、は、りっていうじゃない？で、なるべく私は早く、主を体得して、はとりに行きたいって多分思ってたんだと思うんだよね、本を読みながら。で、その、主張りの破る瞬間と離れる瞬間っていうのは、別にね、その悲しい話とか寂しい話とかではなくて、それに最大限のリスペクトをしながら、その主の段階で、主張りの主の段階で、守りたい、これをやってみたいっていうものをさらに拡大して世界に放つための、なんなら最初のスタートのその主で守りたいと思っていたその概念をより世界に具現化していくために、自分という個性を生かして破るがあり離れるがありだと思ってるの。だからいろんな教える、いろんなさ本があったりとかさする中でさ、結局真実は
一つだし、だからこそ私も、いやもう真実一つだから特に発信する必要ないなって思ってる時期があったんだけどさ。それでも私なりの種の仕方、そして破るの仕方、そして離れるの仕方みたいな道のりを共有することで、これがまた種となって、みんなのね。で、破るになって離れるになって、その人の個性全開フルマックスで、パーンって輝いていくみたいな。だからこれがなんか生涯守り抜かなければいけない、秘伝でもないし、教科書でもないっていうね。でもさ、ここが面白いよね。それが自分の実践がゆくゆくそれがアートになっていくっていうさ。それがね、この意識の研究の面白いところだろうなっていうことを思うの。で、本当に私、たくさんいろんな本を今まで師匠だと思って読んできたのよ。で、その本を読むときにはもうどこが違うかな、どこが合ってるかなとかっていう気持ちじゃなくて、本当に素直に全部吸収しようっていう気持ちで読んでいて、本っていうのが師匠だったら私は弟子の立場だよね。師匠と弟子っていう立場でずっといろんな本を読んできたんだけど、最近聞いた言葉で、師匠と弟子というのは、師匠の指す指そのものを見るのではなく、いわゆる師匠そのものを見るのではなく、師匠の指さす方向、その先の星と希望を共に見る。それが師匠なんだっていう言葉を聞いてさ、師匠は弟子と共に常に謙虚に学び続け、共に星を見る喜びを伝え続ける存在だっていうこと書いてあったのね。これ本当にまさにそうだなと思うし、たとえ本を書いているすごい昔のもう亡くなってしまっているようなすごい人だとしても、私はその書いている人と共にその先の星を一緒に見ていきたいし、その先をこの地球に具現化した光景がどうなるかというのを、その人のバトンを受けて、私の個性で実現したいと思っているので、もちろん本とかそういうやり方とかっていうのは参考にするんだけど、でも私のその実現したい世界っていうのは、その書いている人が本当に目指したかった社会を共に見ていくことなんだよね。今の毎日で感謝できることも、ありがたいなって思うこともたくさんあるから、それにフォーカスしていった時のこの胸のときめき以上に強力に自分の人生を変えてくれるものなんてないからさ。だから全て最高の未来の原材料は今日の私の胸にもう宿っているわけですよ。あとは私がこれを見つめるかどうかだからね。と思っています。だから師匠と違うことがあっても、なんてことないんだ。なんてことないよ。めちゃくちゃ伝わってます。そして今聞きたかった話しすぎて心が熱い。ありがとう。嬉しい。よかった。私は家族が好きだし、日常生活が大好きだけど、でもそれがもちろん正解っていうわけじゃなくって、どこだって最高を作れるよっていう一つのサンプルだよね。やっぱ私は外に行っていろいろやるのが好きだなっていう人もいるし、でもなんか自分が例えば体調が悪かったりとかさ、なんかふっと流れているさ、悲しみとかさ、なんか悔しさみたいな周波数を拾った時にさ、私やっぱりこれだからダメなのかなみたいな原因追求とかになっちゃうじゃん。もうもうそんなことする必要ない。あなたはあなたで本当に素晴らしい。もう見事ですねっていうぐらいの光だから、見事ですねっていうほどの愛だから、自分のそのあり方で最高にいけばいいし、よしよし面白い題材もらったと思って実験するっていう感じでいいなって思うんだよね。またお会いしましょう。またね。ありがとう。